鈴です。今日なんですけども、ワイルドスピードシリーズの、ワイルドスピードシリーズ、ファスト&フィリアスシリーズの、4と5について、お話ししていきたいなと思います。4と5って言ってますけど、僕がね、ワイルドスピードシリーズ、ファスト&フィリアスシリーズの中で一番好きなのが5のメガマックスなんですね。で、この、メガマックス、ワイルドスピードメガマックスっていうシリーズ、作品は、正直その全部の映画、そのワイルドスピードシリーズ関係なく全部の映画の中で僕がね一番好きな映画となってます。でこれはもう多分ね僕20回以上見てるんですよ。他のワイルドスピードシリーズはワイスピシリーズはもう1から今8まであるんですけど、1から8まであるんですけど、5回ずつから、10回ずつぐらいしか、見てないのがほとんどなんですけども、メガマックス5についてはねもう20回は見てるっていうような作品になってますんで、一番好きな映画となってますんで、お話をねしっかりとしていければなと思います。まずはね4から入ります。4ではね、ドミニク・トレットですね。1でできたドミニク・トレット、久しぶりの出演になりますけども、ドミニク・トレットはそこでねドミニク・トレットの彼女でレティでしたりとか、ここでハン出てくるんですけど、ハンっていうキャラクターもね今後すごくキーマンになってくるんで、よく覚えておいていただければなと思うんですけども、ドミニクとかレティとかハンとガソリンを盗んでます。相変わらずまだ盗みやってるんですね。でその日暮らしに盗みやってるんですけど、それがねあまりにもドミニクが追いかけられすぎて、ちょっとそろそろもうこの生活もきつくなってきたなということで、ハンやレティとはね、もうこうお別れをするというか、バラバラに生きていこうっていうような話をすることになるんですね。で、その一方でね、ブライアン・オコナーはですね、この YSPC の主人公は FBI にね、なってるんですよ。FBI になっていて、で、ブライアンがね実はこのレティを、ドミニクの彼女を潜入捜査に入れちゃうんですね。でそれがレティがそのドミニクと一緒に暮らしたいから、私が潜入捜査で成果を上げたらドミニクのその今までの悪事をチャラにしてくれみたいなお話をするというようなところで、ブライアンに頼みに行って、ブライアンが潜入捜査入れるんですけど、レティはここで殺されます。レティ殺されるというようなことがありまして、バレてね殺されてしまうということがあります。で、レティのね、葬式をしたりとかしてるんですけども、ドミニクはねもちろん怒るわけですよ。で誰がやったんやみたいな感じで突き止めていくときにブライアンと会って、ブライアンももちろんその敵を、操作しているので、2人がね、違う立場なんですけど同じ道を歩き出すっていうことになるんですね。でいろいろあって、敵と戦っていくんですけど、ここでね敵の秘書役みたいなやつでね、皆さん大好きなガル・ガドットさんが出てきます。ガル・ガドットさんっていうのはワンダーウーマンです。ワンダーウーマンが出てきて、この頃のむちゃくちゃまだ若くて、多分ワンダーウーマンとかみたいな売れる前やったと思うんですけど、この頃初めてガル・ガドットが出てきて、もうすごい美しい人やなみたいな感じで思ってたのを覚えてます。でなんだかんだあってね、ドミニクとブライアンは敵のところに潜入して、いろいろあってね FBI がミスしたりとかごちゃごちゃになるんですよ。でごちゃごちゃになって、で最後のバトルに挑んで、もちろん最後は勝つんですけど、この時ね勝った暁にはドミニクの刑をチャラにするみたいな感じの話をしてたはずなんですけど、そのね約束がなされないというようなことになります。はい。もちろんドミニクの復讐は達成できたんですけど、結局捕まってしまうと。でエンディングなんです。このエンディングがむちゃくちゃ好きで、ドミニク捕まるんですね、裁判で。ダメだと言い渡されて、実刑を言い渡されて移送されるんですね。その時に、ブライアンとかね、ミアとかがブーンと走ってきてね、移送されてるバスの後ろに素晴らしいすごいスピードの車をつけていく、追いかけていくっていうところで4が終わります。はい。でこっからがもう僕が大好きな5につながるんですけど、5はその4のエンディングと始まりが同じなんですね。要は移送中のドミニクを追いかけるところから始まるんですね。で移送中のドミニクを追いかけて、ブライアン、ミア、ドン・オマールとか、ドン・オマールさんっていうのは本物の DJ の名前で、ちょっとなんていうキャラの名前やったか忘れてしまったんですけど、最後にねこの5のエンディングを歌ってる人がドン・オマールさんって方で、ドン・オマールさんとかが救出しに行くと。で、結局バスをね、からドミニクを奪還して、でみんなバラバラに逃げていきます。
でね、逃げ先に、久しぶりにビンスっていうキャラがいまして、1で出てきたドミニクの幼馴染なんですけど、そのビンスがいるところに行って、仕事を受けるんですが、そこでトラブルが発生したり、ビンスと揉めたりですとか、そこまで追いかけてきてる FBI の化け物、ホブスってやつがいるんですね。で、そのホブスがザ・ロック様、皆さんご存知のザ・ロック様がホブスなんですね。で、ホブスが追いかけてくると。で、ホブスとなんかごちゃごちゃ揉めたりとかするんですけど、最終的になんでかわからないんですけど、ホブスとドミニクが一緒に共闘するっていうことになるんですね。で、その時のホブスの補佐官が、ちょっと名前がね、出てこないですけど、エレナですね。エレナがホブスの補佐官なんですけど、僕がね、このワイルドスピードシリーズの中で一番好きな女性キャラです。エレナがね、むちゃくちゃ可愛いんですよ。で、エレナが可愛くて、で、そのエレナもね、今後も出てきます。結構キーパーソンです。で、そのエレナっていうのは、本当の女優の名前、エルサ・パタキーさんって言って、エルサ・パタキーさんは実際、現実の世界ではマイティー・ソーの役をやってる人の奥さんなんですよ。だからマイティー・ソーの奥さんが、このワイルドスピードシリーズに出てきてたっていうようなお話です。はい。ちょっとややこしい、今の話もどうでもいいんですけど、最終的にね、共闘して、勝っていくんですけど、その時のね、トリックというか、ドミニクたちが共闘した後もしっかりうまくやっていくみたいなトリックだったりとか、エンディングのね、最後金庫を開けるんですけど、その時にかかるドン・オマールさんの曲とかがね、最高に感動的で、自分がこう成功した時のイメージだったりとか、勝った時に頭の中で流れるぐらいめちゃくちゃ好きなエンディングなんで、これはね、ぜひね、注目して見ていただければなと思います。こんなところでね、全部ね、話してしまってるわけじゃないんで、4と5についてはね、もうぜひしっかりと映画で、見ていただけたら、Amazon で今ね、見れるんで、Amazon プライムで見ていただければなと思います。じゃあ次回は、6、3についてお話ししていこうかなと思います。じゃあね。